不動産屋さんの階段へようこそ。これは東京にお住まいの男性 K さんから聞いた彼が小学生の頃の奇妙なお話です。ある日 K 君は小学校の友達数人と同じクラスの田中君家に遊びに行ったそうです。田中君の住む家は古い木造2階建ての平凡な日本家屋でした。田中君家といっても実はそこは借家で自宅を今改装している最中なので一時的に住んでいるということでした。K 君とみんなは早速田中君家に上がり込み、古い家だななどと思っていました。すると田中君がこの家なんかおかしいんだよと言いました。K 君とみんなはおかしいってどこがと聞くと田中君は見せてあげると言って部屋の押し入れの襖を開けたそうです。そして押し入れの上の段によじ登り天井板を開けて屋根裏を見せてくれました。K 君たちはなんだと興味津々でその薄暗い屋根裏を覗き込みました。するとみんな一斉にハッとしたそうです。その屋根裏の太い梁に一本の斧がぐっさり刺さっていたのです。K 君はなんで斧なんかが刺さったままなんだろうと子供ながらもすごく不思議でした。でも家がおかしいと聞いていたので、これがどうしたのと田中君に聞いたそうです。すると田中君曰く、この刺さってる斧なんだけど、毎回見るたびに斧の向きが変わるんだよ、ということでした。誰も触ってもいないのに、いつの間にか斧の向きが勝手に変わっているというのです。K 君もみんなもそんな奇妙なことがあるんだろうかと半信半疑でした。そして次の日もまた K 君たちは田中君の家に遊びに行きました。みんなふと斧がどうなっているかなと思い、再び屋根裏を覗かせてもらいました。すると田中君の言う通り、斧が昨日とは全く違う向きに刺さっていました。その場の全員がぞっとして黙ってしまったということです。もちろん田中君の家族も誰も斧に触ったことはありませんし、向きを変えるわけもありません。屋根裏に魔除けや結界の意味で何かを置くということはありますが、斧のように重いものが勝手に動くというのは聞いたことがありません。一体誰が何のために梁に斧を刺したのか、それは何を意味するのか、そして肝心なのはどうして毎回覗くたびに向きが変わっているのか。あまりに奇妙な現象ですが、この2回目に見たとき、K 君はその斧に言葉では言い表せない気味の悪さを感じました。これは K さんが子供の時に体験したことでしたが、大人になった今でも不思議でならないそうです。第2話、不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。これは東京にお住まいの男性、仮名ですが近藤さんからいただいた彼が大学生の頃に体験したお話です。それは1999年の3月の終わり頃でした。近藤さんは同じ大学生の友人だと合計男女4人で地元山口県で有名な佐波川ダムに肝試しに行ったそうです。佐波川ダムに到着した時は深夜近くになっており、ダム湖は見渡す限り奥行きすらわからない暗黒の世界でした。近藤さんたち4人は車から降り、堤防上の道路をトンネルに向かって歩くことにしました。寒いと近藤さんたちは思わず体をさすりました。
3月でも佐波川ダムは街中よりさらに気温が低く、ひんやり底冷えがしていました。道路の両脇の手すりにあるわずかな明かりを頼りに4人が進んでいくと、正面にぽっかりと真っ暗な大きな穴が見えてきたそうです。この大穴が素彫りで作られた狭い佐波川トンネルの入り口でした。それは機械を使わずに掘っていったものにコンクリートを吹きつけただけの簡素な作りでした。さて、近藤さんたち4人がトンネルの中に足を踏み入れると、入り口付近はまだ外からの明かりで少し前が見えていたそうです。でもすぐに目の前が何も見えなくなってしまいました。トンネル内にはわずかな明かりはあったのですが、そのダウンライトの明かりさえも暗黒の闇に吸い込まれてしまい、役に立ちませんでした。トンネルといっても200メーターぐらいで短いので、暗闇でよく見えませんでしたが、4人とも壁を手で伝いながら進もうということになりました。するとその時近藤さんは、あ、そうだ、ライターがあった。そう気がつき、すぐその場で火をつけたそうです。暗闇に灯ったライターでやっと足元がぼんやり見えるようになり、みんな少しほっとしました。そしてわずかなライターの明かりを頼りに4人は出口へと進んでいきました。ゆっくり慎重に進んでいくと、間もなく出口らしき穴が見えてきたそうです。ああ、出口まであと少しだとみんながほっとした時でした。突然近藤さんのライターの火が消えてしまいました。みんなうわっと小声で叫びました。そこは一瞬にして暗黒の世界になり、近藤さんは慌ててライターをつけ直そうとしました。カチ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 、なぜかライターがつかなくなってしまったそうです。どうした？早く早くつけてとみんなにせかされ、近藤さんも焦って何回もつけようとしました。でも火は一向につきません。こんな時に限ってなんでなんだと近藤さんが慌てれば慌てるほど、その場のみんなが緊張していきました。すると突然先頭を歩いていた男子の坂本くんが「やばい!」と大声を上げました。彼の声に後の3人はその場で凍りついたそうです。暗闇の中、その時坂本くんの目の前には大きな目玉が宙に浮かんでいたのです。不思議にも暗黒の中、その目玉だけがはっきりと見えていたそうです。そしてその目玉はそれに気がついた坂本くんを睨みつけて、これ以上近寄るな。そういうメッセージを送ってきたそうです。後の3人は何が起きたのか全く分からず、どうしたんだ、何々と一斉にパニックになりました。すると坂本くんが我に返ったように、戻ろう、早く早くと叫びました。上司の2人は泣き出し、近藤さんもどこをどう戻ったのか覚えていないくらい動転して、真っ暗闇の中、壁伝いでトンネルを引き返しました。そしてなんとか全員トンネルから抜け出せたということでした。そして近藤さんは息を整えてから坂本くんに「どうしたんだよ、何があった?」と聞くと、坂本くんは真っ青な顔でしばらく何も言えず、ずっと震えていたそうです。その3ヶ月後、坂本くんはバイクで大事故に遭い、瀕死の状態で生死をさまようことになってしまいました。幸運にも坂本くんは一命を取り留めたということですが、あの佐波川トンネルの出口より先には絶対に足を踏み入れてはいけない魔界の入り口があったのかもしれません。
ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。